これどういう状況ですかね。今日ジャンプの深掘り会やるんですけども、2人がなんかお休みモードになってるんですけど。いやもうね、小焼さん聞いてくださいよ。はい。今週1017話読みましてですね。はい。いやーもう参ったと。参ったね。こういうのを高橋さんが見たらびっくりするんちゃうかな、ほんまに。ワンピース界一真面目な人やな、あの人。こういう姿勢望むなと。そう。いうことふざけるなと思う。すいません、高橋さん。はい。まあ、昨日もね、本当にアナザーブルーのジャンプ会も見ましたけど、はいすごい良かったですよね。ありがとう。結構僕たちと気づきの点ちょっと似てましたよね。そうなんですよ。そう。見事にこうリンクしてでそれの中でもやっぱり疑問謎っていうのがあって、はいやっぱ3人揃ったらなんとかの知恵って言うじゃないですか。はい文殊はいはいね、これ文殊。あ、オッケーですね。文字の答えを。はい、ちょっと一発言ってしまって申し訳ないんですタークはなんかボケた。あ、もうこれ無理なのよ、正解はボケるのって。俺そう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 やってしまったすまない、はいちゃんと過ごしました。ということで第1017話号令ということで、はいまずこの扉についてどう思いますか？そうですね。バギーね、そう。久々に見たわバギー。俺バギーのこのフォルムめっちゃ好きなんやけど。わかりますねわかりますわ。ほんと。昨日のジャンプ会でははい触れ忘れたんだけど、はいオーロジャクソンについてた卵と同じ卵。ほんまや。なるほど。だからちょっとどこかにロジャー海賊団時代の面影を感じてんのかなみたいな。あー、面白いっすね。そう。バギーもね、再登場してほしいなと思ってますけどね、そろそろ。そうっすよねはい、なんだかんだ。もしかしたら池から出てきたのがバギーかもしらんからね。まあこれ池から選手権の始まりですからね。池から選手うんすぐ選手権にしますね。もう、もう悪ふざけ、ねこれは。ははい、じゃあまず1ページ目から、はい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 まあ、ドーム内ライブフロアからなんですけども、うんうんお玉はいが気絶どう見てもしてると僕思ってるんですが、ほうほうこれで能力解除にはならないんですかね？これ実はですね、僕はならないと思ってるんですよ。ならない。おーなるほど。はい、まあシュガーの時はこれやっぱり引き合いに出されると思うんですよ、はいシュガーね、はいやっぱりその時は気絶して全おもちゃが解放されましたと、そうですねなってましたけど、はいお玉のきびだんごちょっと性質が違うのかなと、体内に直接取り込んでるわけじゃないですか、そのなるほどなるほど。物質をね、うんうんだとするとなんか別のもっと濃い作用というか、解除に難解な条件が必要なんじゃないかなってなるほっていうふうにちょっと思いましたね。これが一つ能力の優劣じゃないですけど、キビキビの実の方が上回ってる部分なのかなと。なるほどね。確かにね、ビッグマムをね、自分を与えたソウルとか、はい関係ないですね。自分が記憶喪失になろうか、確かに確かに。気絶しようか。なるほどね。ビッグマムくらい強力な能力だよね。体に入るっていうところで血糖因子とかに働きかけるのかもしれないです。なるほどほど。じゃあこれ一生死ぬまでなんかな？そこもまあね難しいんですけど、はい消化されるまでちゃいます？食べそうあーだからそれがね、うんなんか一番しっくりくるかな。ドラえもんでいうところのアンキパンもそうね。あー確かに確かに。アンキパンそうなんですね。あれ消化されてうんち出ちゃったら、もう忘れちゃうんですよ。だからテスト前とかは相当量のパンを食さなきゃいけないって意外と拷問に近い。そうですねちょっと覚えた方がいいんじゃないの？おー相当面積小さいからね、食そうそうパンだから。そうそう。何個も食ってね。じゃあちょっと話それるんですけど、はいキーエモンの能力って何でしたっけ？ですね、これは確かハムハムの実でしたかね。ハムハムのあー、ハムハムね。ハムハム最近ねそうそうそう我ハムハムしてるな我が家に原木が来実、まして。ハムハムしてるなーって思ってそうそうそう。なんでその今やってしまったね。これ丸カットだよ。さっきの文字を取り返そうと思ってなんかちょっといやもうこ頑張ってれ無理だと思う。ダメか。なるほど。ふくふくの実です。はいはい。あれって能力の解除条件って何かありましたよね？そうですねあ。れ何でしたっけ？濡れると。そう。そうだっけ？そうですそうであ、そうなんだ。そうであの時に、はキーエモンはが気絶したりとか、うん死んだりしたら解除されるっていうにはなってましたっけ？そういう風にはなってなかったかと思うんですけど。なるほど。そうわざわざ能力の解除条件を伝えたっていうのは今と思ってみたら伏線だと僕は思っていて、なるほどね。そうだからお玉が気絶しようがちゃんと能力が解除されないことの方が世の中多いんじゃないの？あおーでもなんか解除する条件も同時に存在すると思って、はい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 。なるほどそれが消化したら効果なくなるよとかうん能力によって解除条件が違うっていうところもミソだなと。ああ、なるほど。まあでも確かにそうっすよね。だって読み読みの実とか死んでから発動する実なんだから気絶もクソもないっすよね。確かに。たまたまモリアの能力には塩が有効で、はいはい。塩と気絶が能力の解除と思い込みすぎてるんやけど、意外と能力が解除されずに残り続けてるものって実はあるんだと思う。あーなるほそうかそうかそうかど。そ
それがパラミシアの、覚醒の一つなのか分からないんだけど、その前使った人の能力が今も残ってるパラミシアの能力も実は存在するかもしれない。なるほどありえるね。ね。そう例えばロギアだったらなんか天候を変え続けちゃうみたいですよねなところは残り続けるとか、影響を、そういう意味もありますし、パラミシアだったらそういうのあるかもしれないです。そうですよね。だからあえてここでお玉を気絶させる人ってあったのかなと思って。そっか。そう、このままバンって発言しちゃった方がかっこいいし勢いもあるじゃないですか、ページ的には。確かに確かに。一回気絶させるってことは気絶してもそこは大丈夫なんですよって自然とアピールしてるよ。なるほど。分からせた読者に。なるほど。思いました。で今週めちゃくちゃもう注目ポイントがありすぎて、はいはいはい、どうしますって感じなんですけど、僕はね個人的にはやっぱりゾロがやはり復活の兆しが見えたってところがすっごいあちんってポイントだったんですよ。やっぱまあね、ここでリタイアなんじゃないかってもちょっとしましたけど、そうしてたんですが、やはり手はあったと。そうですね。いうところで、宮城さんがですねチョッパーたちと協力して飛躍みたいなものを食べさせて超回復させて復活するんじゃないかというところがありましたよね。だからやっぱゾロもこの後また生き返ってキングなり、その大看板とかと戦うか、もしくはまたカイドウリベンジかとかそうね。考えられるんじゃないかと。この副作用についてどう思います？そうですね、これね、それこそチョッパーがベビー獅子になっちゃってるっていうところ、これはランブルボールの効力による副作用っていう部分で、副作用って倍の苦しみって言ってるんで、包帯ぐるぐる巻きになってる以上の動けなさみたいな、再起不能スリラーバークの再来かみたいな感じになっちゃうかもしれないですし、なんかスリラーバークの再来だったら、はいあの時のルフィたちのダメージはいって相当量あるんですよ。めちゃめちゃありましたね。それに比べたら今ってそんなにリスクを感じなくなっちゃってるんですよ。確かに確かに。そう、倍の苦しみって何なんだろうってめっちゃ考えたんですよ、はい体が引き下がれるほど痛いことではなくて、はいめっちゃ大穴路線ね、はい大穴路線はラキラキの実が存在したじゃないですか、一応映画ですけど。ありましたね、ゴールで。はい。あれみたいに自分にとっての苦しみは周りが死んじゃうみたいな、あそういうなんあ、かなるほどなるほど。そう不幸なことがめっちゃ倍になって起こるとか。はいはいはい。でなんでそういうふうに深読みしちゃったかっていうと、はルフィにとっての強くなるリスクは寿命なんですよ。なんか、そうですね。エンポリア・イワンコフに助けてもらった時も寿命もらうわよみたいそうですね。ああ、出てましたね。なったりするじゃないですか、でも痛みだったら、ゾロ程度だったら絶対克服できるんですよ。確かに耐えれそう。そうでも寿命が減るけどいいのかゾロってならないっていうことは、ルフィの方が早死ぬ伏線なんですよ、僕からしたら。なるほどね。そう、ね。ルフィが戦いのどっかで多分笑いながらディープとして死んでいくだろう。その時にゾロたちが見とる感じがちょっとしちゃって俺めっちゃ切ない。なるほどなるほど。そうゾロって今までやっぱり船長を立てる、ルフィを立てるっていう意味でいろいろかばい続けたりだとかそうなんですやってきたけど、それがなんか伏線だったみたいな。そうそう痛みはねなんとかしてくれるじゃないですか、ゾロさんはね。これ繋がってくるかもしれないです。そうですね。あと仮に僕も大穴で考えられるとしたら、寝れなくなるとかね。体の構造が異形だようになる。そう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 。なるほどね。やっぱりゾロって誰よりも寝る人間じゃないですか。はい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 。寝続けてなんぼっていうところがあるんで、やっぱりそのゾロにとっての苦しみって何なのって小雪さんのように考えた時に、逆に寝れないことが苦しいみたいな。寝れないことか、お酒飲んだら激痛走る。そう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 、マジでそういうイメージ。なるほどなんかそういう面白い。自分の快楽が苦痛になるみたいな。僕はね、はい刀触れなくなると思ってるんですよ。触れなくなる。意味なくなる。いやいや、戦いの後ですよ、戦いの後。世界一の言語にならない。戦いの後になるんですけど、その刀触れなくなった後に、エルバフでまた新しい剣士が出てきて、お前を刀触れるように戻してやろうみたいなのが出てくるんですよ。リハビリそういう展開、そういう展開。第3男子の卓球部みたいな。ほら、ゴンもさ、電使われへんようになって、そう、ああいうノリでこう出し切るんよ。もう今もう全て終わっていいみたいな感じで。もう己の理由を全部ドワーッ出すのね。もしかしてゾロこの後めっちゃ髪の毛伸びる。伸びる伸びる。で、3時に最後、もうほんまにバリバリになってるじゃねえかみたいないじられ方する。めちゃめちゃ完成度高いよ。そこでトモヤスっぽくなるんだ。そう。でその証拠に今回、麦わらの1年髪切ってるの誰ですかって言った時に3時出てきたでしょ。そうなんよ。すごい。99巻。そうれそう。はすだからこれをマリモのナッツゾロを戻してくれるのは3時なんよ。料理人として。そう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 。いろんなリスクがね、考えられるというところでこれ一つ面白いなっていうところですね。面白い面白でなんといってもね、クズフいっちゃうんですよ。はい。そうやこれな。今回はマジで後半にゴリゴリ持ってかれましたね。ねやっぱりすクごかった。ーズフこんな重要なキャラやってんね。そう。本当ですよね。しかも何この探検。
これ間違えたでしょみたいな。ほんとゾロとミホークが最初にやった時にミホークが出したぐらいの、そうね。そんな使い勝手いいみたいな。飛ぶ斬撃の一種だからこれ。ハガンね。そう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 。いやでもハガンができてた時に、もしかしてみたいな思わせた感じよかったね。あ、そうそうそう。最後までページ読んだらもう終わっちゃうけど、もしかしてこれ CP みたいな。そうで乱脚とかね、小出ししてきて、でジンベエがなんか撤回とか言い出して、そうでついに正体が分かるということですよね。いや、いいわ。マジかと。どう思いました？これ見た時。まあびっくりしましたね。まさかロッシキの名前を令和でも聞けるとはと。確かに。僕は昨日も言ったんですけども、フーズフーは何通力ぐらいの実力なんだろうと。ほんまや。ああ、同力。そうもしかしたらジンベエがこの後、わしの5000枚側の制御を耐えれるとは貴様5万動力ぐらいあるなみたいなセリフが言うかもしれないけど、そう52万ぐらいだね。53万53万ぐらいだ。それだそれが言ってもいいかなってね。なるほどね。これでもね、ちょっとワンピースマニアのノスケさん聞きたいんですけど、政府の裏の諜報機関 CP9 のメンバーが脱獄したと噂を聞いたって聞いてるんですけど、ここがちょっと一瞬意味わかんなかったんですよ。脱獄ってどういうこと？そうですね。だから要はフーズフーが一回捕らえられていたということですよね。これが12年前の事件のせいで捕らえられたっていうことなのか、海賊になってから捕らえられたのか。確かに両方考えられはしますね。そうなんですよ。まず小池さんが今言って最初のパターン、12年前の事件がきっかけだとすればゴムゴムの実を奪われましたということになって投獄されるぐらいの失敗だったっていうことで、例えばインペルダウンとかに捕らえられたんじゃないかっていう部分も考えられますよね。1日4回巻きでね、中将のままの人もいますけど。いやちょっとああ、そうですか。はいはいはい。深掘らないとほしいなって。なるほど。いや、まあいいんです、いいんです。そういうパターンもあって、インペルダウンだとしたらですよ、さらに脱獄した人物として名を連ねてるみたいな増えますね。ああ、なるほどね。式以来いなかったって言われてますけど、実はいたんかみたいなのとか。もしインペルダウンに投獄されてたんなら、キングもインペルダウンの所長だったんじゃないかみたいな話あるじゃないですか。ああ、なるほどなるほど。キングが出るときに一緒に連れてくみたいな。お前も連れてったろわみたいな。そういうのはそうね、ありそうですよね。ジャッジのね、なんか同僚っぽい感じもするじゃないですか。しますします。めっちゃ伝わってるよね、みんなね。うわね、それはすごいわ。で、あとまあゴムゴムの実に話及ぶんですけれども、じゃあ例えば護送中のアクアナミが奪われたというふうになってましたけど、どこに運んでたのって気になりません？確かに場所がやっぱ重要なのかなと思ったんですよね。例えばそのマリージョアとかなのかみたいな、それほど重要な実だとしたらやっぱり CP9 が運んでたっていうところから考えると、五老星クラスの人物が欲しがってたんじゃないのかなっていうのを考えられるんですよね。実際このサイファーポールがね、今まで過去動いてきた時って、やっぱこの空白の100年とか、ロビンがポーネビルフ読めるとか、こういう本当世界の秘密みたいなところじゃないですか。そうですね、そうですね。ってことはゴムゴムの実ってやっぱりこのラフテルに行くのに必要な実って分かってるから、先に確保しときたいんじゃないのとか思っちゃいますよね。でこの時に護送中ってあるんですけど、本当にゴムゴムの実だけだったのか。そうそこなんです。他にもあるかもしれないもんね。なるほどね。積んでた可能性ありますからね。ああ、じゃあシャンクスは他にも取ってるかもしれないと。そうね。なるほど。どんな実が他にあったのかとか。それこそシャンクスは政府の船から奪ったっていうふうにも考えられますし、護送船から奪ったやつらから奪ったみたいな。なるほどなるほど。ああ、なるほどね。っていう可能性もなんか間に挟む。じゃあ実はあの時イーストブルーでゴムゴムの実奪い合い戦争が、そうなんか争奪戦があったんじゃないか、それが勝ち残って優勝したみたいな。なるほどなるほどなるほど。スタンピード的にね。そうなんかそういう奪いあったみたいなところ。ラッキールーのあの肉もね、もしかしたらフーズフーの肉やったんかもしれないですね。めっちゃ食い地張ってるよ。大体さ、牧野さんの店に持ち込むなよと思うよ。確かに本当に気をつけてほしいですね。まあでも海賊だから。確かに。なるほど。関係ないけどガガン好きなんだよね。ガガンいいですよね。アーロもびっくり飛び道具みたいな。そうね。トゥースガム手でやってましたけど飛ばしちゃうっていうね。6式の可能性っていうのも全然まだあると。ありますね。上があるんだなって。まあだからルッチが今度再登場した時は、いやガガンするかもしれない。能力を生かした6式っていうのが。で、あと気になるのがその CP0 いたじゃないですか、今週も。今のところ全然何もしないっていう感じだったんですけど、散々自分のチャンネルでロビンが危ねえんじゃないかっていう警鐘を鳴らすって活動してるんですよ。いや、気をつけろと言ったんですけど、今回ちょっと揺れ動きまして、これロビンじゃなくてルフィなんじゃないかなって。ルフィ、やはりこの過去の流れ、サイファーポールがゴムゴムの実を扱ってた。
っていうところで、その能力者が今ルフィだというところで、もう一回この政府がゴムゴムの実っていうものを狙いに行ったとしたら、なるほど。これマジでこれ格好のタイミングなんじゃないのかって思うんですよ。なるほどなるほど。でこの後の展開としてロビンだと思わせているんだけども、ルフィが捉えられちゃうっていう展開もこれ考えられるのかもしれない。なるほどね。ちょっと思ったんですよね。ロビンはカイドウたちにとってピンチのマスで、サイファーポルイージスゼロからしたらルフィを打破したいんだ。そう実はその目的も生まれてるんじゃないかなっていうのをちょっと考えました。なるほどね。もし本当にラフテルに行くために必要だったら、ロードポーリグリフやロビンを打破するよりも、ゴムゴムにさえ押さえとけば別に問題ないんだよね。そうなんですよ。そもそもね。それこれ重要な実だとしたら、例えばカイドウと戦って決着つきましたと、でもやっぱりなんかエニエスロビンの時みたいに身動き取れなかったら使い果たして、取れた時に今だって言ってルフィが捕らえられて拉致られてみたいな。ああ、その展開見たことある。ドラゴンボールの最後の方の天下一武道会の時に、バビリーにさ命令でさ、なんかスポポビッチみたいな。ああいたか。今だみたいな。そっかそっかそっか。海王氏が止めるんやけど。ああなるほど。余計なことしてないと思って。そういうなんか玉乗りみたいな。そうルフィに対しても警鐘を鳴らさなあかん。なるほど。活動が増えたっていうなるほどなるほどありまして。ねえ、いよいよサイボーグ的なことで、もしかしたらクイーンがフランキーのお父さん説が浮上またしましたし、クイーンの同僚同期がまたジャッジ説、これもほぼ確定。マッズっていう謎の組織も出てきて、で池の中から何が出てくるの問題も出てきて、ゴムゴムの実が何がそんなに大事なのか。今回なんかバトル多いんやけど、大事なことめっちゃ入ってんよね。本当ですよ。やばいです。今週はすごかったな。すごかった。昨日のジャンプ界のコメント欄と今日のコメント欄次第でまた今週どっかでねジャンプの深掘りを取り入れたいと思ってますのでよろしくお願いします。よろしくお願いします。ではアナザーブルーからの助海鮮丼さんでした。このチャンネルもぜひ行ってくださいね。はい。それでは See you。気をつけたまえよルフィ。小屋ちゃんクルーに春一番楽しみいっぱい動画全開クルーのみんなで盛り上げて Twitter、LINE アット、LINE ライブも始めたよフォローしてねお風呂の前は小屋キーチャンネル